なんだよみほっち、急に笑い出したりなんかして気持ち悪い。落ちてるもんでも拾ってくったか？おふきさん、気持ち悪いなんてとんでもない。可愛らしいじゃないですか。愛らしいじゃないですか。思わず抱きしめたくなる天使の微笑みですよ。いや、私たちってすごいなって思ったら自然と笑っちゃったというか、なんというか。私たちってことは僕も含まれているのかな。何がそんなにすごいのかな。だって隔離用に行ったり大荒玉と戦ったりつば九郎さんまで救い出したんだよ。これってすごいよね。確かに親衛隊2人の助けがあったとはいえ、誰にでもできることではないかな。親衛隊とかいなくても楽勝だったっつうの。でも無事つば九郎さんを救い出せてよかったですね。ごめんなさい。清香ちゃんが謝る必要はないわ。でもなんだかすみません。なんだ、つば九郎夢を助け出したことにまだ納得いってねえのかよ。あの子がモクサのみんなに何をしたか、そんなに簡単に納得なんてできないわよ。しーねごめんなさい。少し頭を冷やしてくるわ。でももし僕が千恵さんと同じ立場ならやっぱり納得できないよ。それだけのことをつば九郎さんはしたと思う。瀬戸内千恵の気持ちは察するにあまりあります。ですがやはりつば九郎夢の力は私たちにとって必要なもの。どんな因縁があろうとも彼女がこちらの重要な戦力であることに変わりはないのですから。大丈夫。シーネならきっと乗り越えられるよ。夢を連れ戻すことができて本当に良かった。彼女たちには感謝の言葉しかない。そして何より鈴香、君の支えのおかげだ。ありがとう。夢を救いたいという気持ちは私も同じ。礼など必要ありませんわ。これでヨミさんさえ戻れば親衛隊も全員揃いますわね。ああ、ここにいましたか。茜様、何かご用ですか？作戦遂行に集中してもらうため先ほどは控えましたが、2人に話しておかなければならないことがあります。実はこの船には一木島姫だけではなく、我が姉折紙ゆかりも乗船しているのです。ゆかり様が。病院で療養中のはずの折紙ゆかりが武装した潜水艦の中とはな。この潜水艦は医療施設も完備してますから、嘘というわけでもないんですよ。ゆかり様はもう荒玉じゃないんですよね。ああ、そうだ。どうだかな。20年もの間多光姫と一つだったんだ。分離したと言われて鵜呑みにできるはずがない。ただの人間に戻ったのが事実だとしても操られている可能性がゼロだと言い切れるのか。信じてもらうほかないな。十条、今も私が許せないか。あなたが荒玉に憑依されていた20年、母は亡くなるその時まで悔やみ続けていた。今さら許せるはずなど。十条、すまなかった。20年前、大災厄のあの日、特務隊の隊長を務めた私は、お前たちの母親と共に最後の戦いに臨んだ。私の役目は、うつしおにしがみつく多光姫を隔離用へ押し込み、穴を塞ぐことだった。そうすれば、
多月姫はかがり、十条の母親と共に隔離用の底へ落ち、散り散りになって消えていた。だが多月姫は消滅を逃れる術を模索した。二人を助ける代わりに私と同化することを提案した。友人たちを失いたくなかった私は、何千人もの犠牲者を出した荒玉を受け入れ、あとはお前たちの知っている通りだ。江藤と十条の母、湊もかがりも救えず、一人だけ死に損なったままだ。でも、うちのお母さんは死ぬまで幸せそうでしたよ。死ぬまでってなんか変ですけど、現実だっていっぱい教えてくれましたし、都知の仕事を誇りに思うって。かなみのお母さんが。そうか。それと指導、この花、つば九郎の救出ご苦労だった。でもそちらにいるキトラさん、朝倉さん、そして二人のお仲間が協力してくださらなければ夢の救出は叶いませんでしたわ。朝倉？その名どこかで。それにそのお刀は家州清光。いや、まさかな。ただの偶然か。そのまさかです。実は私も気になり調べさせてもらいました。彼女の母の名は朝倉光。大災厄戦に参加していた都知です。言われてみれば確かに面影がある。お母さんのこと知ってるんですか？ああ、印象深い都知だったからな。印象深い？おかしいな。家州清光に選ばれたのが信じられないくらいへっぽこ年だったって言ってたのにな。偶然にしてはできすぎているな。ならば家州清光の意志なのか。どういうことでしょう？時が来ればいずれわかるかもしれん。その時のためにもっと強くなれ。研鑽を惜しまずまっすぐに歩め。朝倉美穂のその名前を覚えておこう。これからの成長に期待しているぞ。ありがとうございます。家州清光に選ばれし娘。これも宿命か。気になる。なにもしかして気になる人でもできたの？私ならいつでもウェルカムだから。コロちゃんに気になる人が？誰？私の知ってる人？全然違うよ。どうしてそうなるの？なんだ、違うんだ。花より団子のみほっちにそんな浮いた話あるわけねえだろ。クッキーにだけは言われたくないよ。それで気になることって？ゆかり様に言われた言葉がずっと気になってるの。だって意味ありげなこと言うだけで答えは教えてくれないんだよ。確かに含みのある言葉でしたが、まさかずっと気にしていたとは。もう3日も前の話ですよ。だって気になるんだもん。もやもやしちゃう。聞きに行っちゃおうかな。残念ながら無理な話です。多月姫の襲撃を避けるため、潜水艦は湾岸を離れたそうです。そんな、この行き場のない思いはどうしたらいいの？それは任務にぶつけるといいんじゃないかな。荒玉討伐の。任務ですか。でもこれからどうなるんでしょうか。南無薬師影光はなくなって、ゆかり様は健在で、つば九郎さんも救い出されて、この調査隊はどこへ向かうんでしょう。それは市街地に荒玉出現。都市は直ちにこれを迎撃せよ。繰り返す。ちょうど退屈してたところにナイスタイミングだぜ。愛してるぜ、私の荒玉ちゃん。よーし、このモヤモヤをぶつけてや
玉の件はいいの？だってどうしようもないし、悩むだけ無駄だもん。そのうちでいいかなって。さすが脳筋、切り替えが早えな。だからフッキーにだけは言われたくないよ。何にせよ、被害が大きくなる前に荒玉を討伐できて何よりだ。やっぱり私たちって最高のチームだね。なんだか私もすっきりしました。これから調査隊がどうなるかわからないけど、私のすることは変わらない。みんなを荒玉から守る、それだけで十分だったんですね。どれほど情勢が変わろうと、私たちは閉じ、お刀を持って荒玉を払い沈める者、大荒玉タギツ姫を沈めることができたとしても、ノロが消えることはありません。これからも我々と荒玉の戦いは続きます。何のために戦うのか、その目的さえ見失わなければ道に迷うことはないでしょう。はい。あほらし、そんなこと悩んでたのか？ドジなんだから荒玉をぶった切る、それでいいんだよ。小吹さんくらい単純だったら楽だったのに。おま、単純って言ったな。ずいぶん言うようになったじゃねえか。少し前までビクビクしてたくせに。まったく、父江もいつまで暗い顔してんだよ。お前もどうせ難しくあれこれ考えすぎてんじゃねえのか？そうかもね。ったく、めんどくせえな。みほのちゃん、ごめんね。小吹ちゃんの言う通り、空気を悪くしてるわよね。協力しなきゃいけないって頭では分かってるのに、やっぱりつば九郎さんを許せない。お姉ちゃんなのにダメね。私、シーネーの気持ちもわかるから。思えばミルヤさんの時もそう。彼女を疑い、堅くなに自分の意志を押し通して、自分ではもう少し大人だって思ってたのに、こんなに簡単に感情に流されるなんて、まるで子供ね。私だって大切な人を傷つけられたら許せないよ。譲れないものってあると思うもん。そういうのって理屈じゃないんだよ、きっと。ありがとう、みほのちゃん。住宅地に荒玉出現。都市は直ちにこれを迎撃せよ。繰り返す。それじゃあ、都知の務めを果たしに行きましょうか。一丁上がりっと。なんだか手応えのない荒玉ちゃんだったぜ。次はもっと大物とやり合いたいもんだ。弱い相手の方がいいな。いや、清香さん、ついこの前荒玉からみんなを守るって言ったばっかりじゃないですか。頑張ります。では後のことは後続の部隊に任せ、我々は撤収します。各自速やかに行動。あれ？シーネ帰らないの？少し風に当たってから帰るわ。じゃあ私も付き合っちゃおっと。ねえ、みほのちゃん。このチームって本当にいいチームよね。みんな都知としての使命に誇りを持ってる。小吹ちゃんは荒玉と戦えればいいだけかもしれないけど、それでもみんなを守ってるんだもの。立派だわ。その一方で喜んで人にお刀を向ける都知もいる。どうしてそんな人間をお刀が選んだのかしら。もしかしてつば九郎さんのこと？でも喜んで人にお刀を向けるって
そんなこと。信じられないでしょうけど、私、隠れ里の人たちから聞いたの。あの日何があったのか。彼女は突然現れて、里を守る土地たちを切り伏せた。信念を持ち、土地としての矜持を持った彼女たちを、まるで自分の強さを見せつけるかのように。もし、つば九郎さんと一緒に作戦参加することになったら、シーネどうするの？どれだけ相入れない相手でも、それと任務は別。ちゃんと務めを果たすつもりよ。心配しないで。心配なんかしてないよ。シーネはしっかりしてるもん。そう言いながら、不安そうな顔してたじゃない。みほのちゃん、嘘が下手ね。さあ、そろそろ戻りましょうか。あまり遅いと、ミルヤさんに叱られるもの。そうだね。大丈夫か、ユメ。大丈夫。あまり大丈夫そうには見えませんわね。ようやく閣僚から救い出したというのに。ノロを受け入れる前に逆戻りとはうまくいきませんわね。マキお姉さん、鈴鹿お姉さん、前と同じじゃないよ。体中痛いけど、死ぬようなことはないってお医者さんも言ってたし、生きていられるなら前より全然マシだもん。ですが、大丈夫だって言ってるじゃん。私はそんなに弱くない。ああ、そうだったな。でもお姉さんたちってそんなに優しかったっけ？私の心配ばっかじゃん。仲間なんだ。当然だろ。仲間か。ねえ、マキお姉さんのお刀のストラップって。ああ、夢のだよ。勝手に借りさせてもらった。マキさんたら、あなたを救い出す前は方々を飛び回っていましたのよ。このストラップと一緒にね。方々を飛び回って？何、大したことじゃないさ。大したことじゃない。随分と無茶を繰り返していたようですけれど。夢の前でその話はいいじゃないか。そうですわね。続きは帰ってからにいたしましょうか。お手柔らかに頼むよ。相変わらず鈴鹿お姉さんの尻に敷かれてるね。鈴鹿にはかなわないからね。血が出ていますわ。動かないで。今きれいにして差し上げます。ありがとう。でも私は強くならなきゃ。弱いのが悪いんだから。だが夢、無茶はするなよ。それではお前を救い出した甲斐がない。その通りですわ。今は安静が第一ですわよ。もう分かったってば。そうだ、一つ聞いてもいい？隔離ってすごく広いのに、どうやって私を見つけてくれたの？それは。本日集まっていただいたのは、調査隊の今後についてお話しするためです。まず、これまで調査隊の指揮を執ってきたソーラとユズキは解任。後任としてこの私、
折紙茜がつくこととなりました。以降私の指揮下で行動するようお願いします。そしてこれからの任務ですが、焚り姫、一木島姫の警護を最優先とします。もしどちらか、または双方が多月姫に倒され吸収されるようなことになれば、世界は未曾有の危機にさらされるでしょう。それだけは何があっても阻止しなくてはなりません。引き続き荒玉を討伐しつつ、多月姫の行動には即時対処できるよう体制を整えてください。それと並行して多月姫を倒すための手段を探さなければなりません。大変かとは思いますが、よろしくお願いします。僕たちにはやや荷が重いようにも思うけれど。でもよ、角リオにある多月姫の本体をぶっ倒せば話が早いんじゃねえか。クッキーらしい意見だなもう。でも私もそう思います。残念ながら角竜は無限とも言えるほど広大なため、多月姫の所在を特定するのは事実上不可能なのです。それじゃあどうしてつば九郎さんの時は大荒玉に会えたんですか？確かに時間はかかりましたけど、無限っていうほどの広さは感じませんでしたね。つば九郎さんを角竜につなぎ止めていた大荒玉以降、大荒玉カイと呼称しますが、カイと遭遇できたのには理由があります。特別なつながりでもない限り、目標を角竜内で捕捉することは叶いません。ですが先日は条件をクリアしていたのです。条件ですか？大荒玉海はラム薬師影光と、つば九郎夢は親衛隊と結びつき、その双方が座標を教えてくれたのです。ですが今回は荒玉が現れたようですね。続きは討伐を終えてからにしましょう。各自速やかに現場へ急行してください。はい。お勤めご苦労様です。それでは話の続きをいたしましょう。先ほど話した通り、角竜にいる多月姫の本体を撃つことは現状不可能。さらに必殺の武器であったラム薬師影光の写しは失われ、これに代わる別の何かを探さなければなりません。別の何かとは何ですか？それも含めて調査してもらえませんか？丸投げじゃねえか。お偉いさんは命令するだけで楽なもんだ。七の里小吹、口を慎んでください。いいえ、確かに彼女の言う通りです。苦労をかけて申し訳ありません。ですがお願いできないでしょうか？任務である以上お断りする理由はありません。ご期待に添えるよう鋭意努めます。ありがとうございます。それと現時刻をもって山城優、鈴本花の両名を正式に調査隊所属とします。あれ？今まで正式じゃなかったの？僕たちはあくまでも一時的な補充要員という扱いだったらしいね。そうだったの？どうして君が驚くんだ？事前に聞かされていたはずだろう。確かに聞かされてたけど、可愛い子揃いで有名な調査隊に合流できるとも聞かされて、喜びのあまり他のことが飛んじゃったみたい。へへ、じゃない。思い出したぞ。折紙家の奇襲の時、僕のことを調査隊のみんなに伝えるのも忘れていたろう。危うく小吹さんに首を飛ばされるところだったんだぞ。そうだったっけ？もうあの時事前にもらった資料には、山城結衣は性格は真面目で仕事熱心と書いてあったのに、女の子が絡むと話が違ってくるのか。ようやく理解したよ。ゆいちゃんらしいわね。
なんかそういうことらしいので、改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしく。最後に組織の再編成に伴い調査隊の名称が正式に決まりました。あなた方の働きに期待しています。以上、解散。困ったな。